夜中のうちに置いといてもらって、朝ちょうど俺たちが来るぐらいに受け取る感じ。呼び戻しっていう製法で3段階でずっとこう継ぎ足しながらやっていくんですよ。これが営業用のメインのスープで、今次使ってくるスープ3段階になってて濃さが今違う。ちょっとずつ時間をずらしてかけてってどんどん濃くしてって仕上がっていったものから調整に使ってるって感じ。もともとずっと創業からこのやり方でやってるんですね。ありがとうございます。はい。これをね、こういぶしながら焼いていくんですよ。これ焦げつかないように水張っていぶし蒸し両方みたいな。26ぐらいからやってるから店を。もともとは隣の町でやってて8年前ぐらいにこっちに移転したんだけど、その前は飲み屋とラーメン屋をやってて、もともとはね飲み屋をやりながらその昼間をこのどんとこ屋っていうラーメン屋として二毛作みたいな感じで始めたのがスタートなんですよ。修行し始めたのは21の年ぐらいの時で、今ちょうど今年で40になるんで、まあ19年ぐらいやってる。これしかやったことない逆に。なんで選んだのがラーメンだったんですか？まあ好きだったっていうのもあるんだけど、うちの親父が昔もうまあ頭悪いからラーメン屋ならできるよって言われた記憶があって、それでラーメン屋の道に進んだらなんか意外と合ってたから今日まで来ちゃったって感じです。ラーメンってどういうところが魅力だと思いますか？毎日同じことの繰り返しなんだけど、変わり続けていかないとお客さんに飽きられちゃうんで、一生研究してられるっていうか、今でもなんかあれ変えたりこれ変えたりってやるんですよ。だからなんか楽しいですよね。お客さんとやっぱ近いから、いいことも悪いこともね言ってもらえるから、優しい常連さんたちが最近ちょっと味がこうだぞああだぞって言ってくれて、今でもそういう風に言ってくれる人もいるしね。もちろんそのほらおいしいですとかまた来ますとか大好きですとかってそういうファンの人たちもいっぱいいるんで、そういうのもやりがいですよね。5年ぐらい前です健康生活本当ですもうかれこれ5年ぐらいですかね。大体この時間からいつも並ばれるんですか？ 4時に来ちゃもう1巡目に入れないのでここのスープがとにかく好きで、あこれうまいなと思って、まあ、通い始めたんですけど、当然チャーシューもね大判で美味しいですし、全体的にバランスがいいですよね。なので朝から結構いけちゃいます、はい、最初の6個以内に入るっていうのは目標だからね私はもう大体決まってて、昼飯セットにライスを肉のせに変えてトッピングにキャベツ、人柄もいいし雨の日もそういう雪の日も台風だろうがなんだろうが
焼きがなってる。こういう感じです。低温でじわ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 。なんか新しいチャータマ丼とか肉のスライスとかってあるんですけど、うち隣にもう一軒やってるんですよ。こっちもうちはやってるんで、今は4時55分オープンで、でも来月から多分こっちは4時半オープンにするですね。こっちの倍ぐらいお店、こっちは広いんですよ。結構まあこれがなんか心臓部分って感じで思ってるんですよ、ラーメン屋さんのね。でもこれがやっぱりダメだと多分全部のバランス崩れちゃうから、やっぱり一番重要だと思う。これは俺しか作らない、従業員ですけど、ミスっちゃうとほらなんか味が全部変わっちゃうから、自分でやってればほら味がブレて失敗しても、まあ一応自分の責任だから、その心臓部分だけは自分でやろうと思ってずっとやってるんです。その完成したラーメンを全員で味見を見て、まずスタートの味を確認して、そこから営業スタートする。それを毎日やってるんで、ずーっと一日中このスープがこうやって上げ下げしてくるから、それをもう一日中ずーっと調整していくんですよ。朝の時点でどんな状態だっていうのをある程度ラーメン完成した状態で見て、でそこから今日どういう風にやっていくっつってみんなで話し合いながら、骨の足すタイミングだったり、その肉を抜くタイミングだったりとか、味の調整をどういう風に組み立てていくかっていうのを営業中いちいちラーメン作ってできないじゃないですか。あとはもうスープの色だったり味だったりで、ずーっとその骨の量のある水位だったり火力だったりでずーっと一日中調整していく感じですね。ラーメンに行くんですね。はい。いつも通りです。はい、いつも通りです。卵かけにしてもらって。はい。ネギミックス。今日も一日元気にお願いします。明かりを灯して。上よし、明かりよし。お客よし。お待たせしました。おはようございます。お待たせしました。お願いします。絶対考えてないし。はい、お待たせしました。半分作るんだよ。はい。すごい。
最高です。ごちそうさまです。少々お待ちください。学生さんだったらやっぱり学生セット。学生セットは結構うまいです。あっさり系なんですけど、その中でも旨味が結構あるっていうのが好きですね。4時、5時あたり。やっぱ開店と同時に並ぶ感じで。3名様、波朝波。絶対考えてないし。頑張れんな。ちょっと待って。お待たせしました。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。中森明菜さん、10歳でした。羽鳥選手はいいピッチャー、すごくいいピッチャーだと思う。でちょっとそっち側置いといて。そっちの向こうに置いてください。OK ですか。これからも安心して大切な人との会話。長いことたくさん食べてるんですけど、やっぱりいつもと変わらぬ味で最高ですね。3、4年ほどお世話になってます。朝飯セットにいつもついてくる肉のせライスに肉のせライスをもう1皿追加して半ラーメンプラス肉のせライス2皿分食べさせていただきました。ラーメンだけじゃなくて肉のせライスも美味しいので、ぜひ皆さんに食べていただきたいですね。あれ、そしたらさ。朝飯です。ありがとうございます。ありがとうございました。いつも通りで野菜も切ってきたので。いらっしゃい。
ありがとうございました。どうも。青生。ちょっとさらって食べて。わかりました。波中。はい。火曜サタデー、まだ青春の火曜曲手当です。最初に聞き返すことが増えたと感じることはありませんか？もしかするとこれは3個番さん。その一面はG1レースの安田記念。本命はどうも。整理されているとは言い難く、エタノール最大。一般発売は6月6日午前としています。他にもポリストレーリング。どうもしますよ。ラーメンを待ってください。お待ちください。はい、わかりました。何分かな。締まりです。時刻は6時22分を回ってヤンヤとサンドラブランドメロディー。9時からの三宅裕二サンデーヒットパラダイスと連動します。2つの番組連動で1名もございます。そして10月の安田さんの上に2人と嫌われゲストは宮城県出身の金メダリストフィギュアスケーターの荒川静香野さん、フルコード噂のはい、どうぞ。はい、どうも。はい。1番だ。はい、ラーメンにレタス。はい、気をつけておろしてください。人気の秘訣。これ美味しい万能だ。自家製。チャーシューのネギミックス固めにしてきました。
最初なんて本当に1日30杯も売れないぐらいだった。もう今朝の時点で開店前に並んで待ってる人がいるじゃないですか。丸1日やっても30人もお客さん来てなかったから、それが今はもう開店の前にその人数が並んでるから、もう感謝しかないですよね。ここまで来れたのは何のおかげだったなっていうふうに。それはお客さんたちの力っていうか、その当時は暇だからもっとお客さんとこうやって会話したりできるじゃないですか。そうするといろいろアドバイスをくれるじゃないですか。そんな中でほらいろいろこうやって試行錯誤したり、チャーシューも今のチャーシューに行き着くまでに4回から5回ぐらい変えてるんだよね。これは味が薄いとか美味しくないとかっていろいろ言ってくれるじゃないですか。そういう親身になって応援してくれる常連さんがね、そういう人たちがそうやってやってくれて、だんだんこうやって味も美味しくなって、でこうやって朝の需要がそうやって世の中にこうやって気づかれてって、でみんななんかこう知ってってくれて、今こうやって積み重ねてきて、こうやっても従業員とかも入ってくれて、みんなで回せるようになって、今までよりもこうより多いお客さんをさばけるようになって、やっとここまで来たって感じですね。